夏目広次の西郷。どうする家康に学ぶ日本史。家康の恩に報いた家臣。夏目広次は徳川家康の身代わりとなって三方ヶ原の合戦で戦死した。夏目広次の西郷を詳しく見ていこう。夏目広次は松平家に古くから仕える譜代家臣の夏目義久の長男として1518年永正15年に生まれている。広次は1561年永禄4年に家康が今川氏と戦った時に戦功を挙げている。続く1562年永禄5年の三州八幡の戦いで広次は今川方の攻撃で総崩れとなった徳川軍のしんがりとして家康を危機から救っている。家康は広次にこの時の功績を称えて備前長光の脇差しを与えた。ところが翌年に起こった三河一向一揆で広次は一揆側について家康軍と戦っている。結局広次は家康側に捕獲され断罪されるところであったが、家康の配慮で帰参を許されている。広次は以前と同じく三河遠江の軍隊に復帰したが、この時の家康の配慮を一生涯忘れることはなかった。1572年元亀3年、徳川家康が上杉謙信と同盟を組もうとしたことに激怒した武田信玄は2万7,000の兵士と徳川領内に攻め込んだ。一方の家康軍8,000は織田信長の援軍の佐久間信盛軍3,000と共に武田軍と対峙する。12月22日、家康は信玄とたった3分の1程度の兵力で三方ヶ原で真正面から戦うことになる。信長の援軍として参戦していた佐久間信盛は早々に退散したと言われている。浜松城を守っていた夏目広次は徳川軍が敗色濃厚となったのを見ると家康のもとに馳せ参じて退却するよう進言する。しかし家康は聞く耳を持たず、なおも敵陣へ突撃しようとするので、広次は刀の峰で家康を失神させた。そして家康の鎧兜を身につけた広次は家康の馬の尻を強く打って浜松城へと向かわせると、25騎余りを引き連れて家康の身代わりとなって武田軍の追っ手に突撃する。我こそは徳川三河の神なり、甲斐の者ども、腕に覚えあらばかかってまいれと大声で叫んで広次は突進したという。広次が武田勢を食い止めたために家康は無事浜松城へ帰還している。広次は家康の身代わりとして奮戦したが、最後は力尽きて敵に首級を挙げられている。家康はこの三方ヶ原の合戦で大敗北を喫し、数千の兵力と多くの家臣たちを失った。後に家康は三方ヶ原の合戦の慰霊碑を建てたが、25歳も年上だった夏目広次の墓を建立してその死を悼んだと言われている。夏目広次の子孫は広次の活躍でその後も徳川幕府に取り立てられたが、明治時代の文豪夏目漱石も夏目氏の子孫だと言われている。